いすみ鉄道廃止まで話題に上がるってかなり大きい動きなのだ。いきなり重いわね。復旧だけじゃなくて、その先まで見る段階ってことかしら。そうなんだよね。じゃあ最初は、ずんだもん先輩の話から見ていこっか。いすみ鉄道は、おととし10月の脱線事故から、今も全線運休が続いているのだ。一回止まると、戻すのがここまで長引くのね。沿線の人は不便でしょうね。房総半島のいすみ市と大多喜町を結ぶ路線なんだよね。地元の移動に直結してるじゃん。27日には鉄道の在り方を考える会議の初会合が開かれたのだ。県や自治体、それに専門家まで入ったなら、ただの感想大会じゃ済まないわね。利用者の約8割が大原駅から大多喜駅までの区間を使ってるって聞くと、そこが用の線なんだってわかるよね。その区間は復旧工事が始まっていて、来年秋頃の再開を目指すのだ。一部を先に戻す作戦なのね。全部を同時に直すより現実的だわ。反対側の大多喜駅から上総中野駅までは最大で10億円くらいかかる見込みなんだよね。僕でもその額はかなり重いのだ。ずんだ餅を何年分買えるか想像がつかないのだ。紬さん、その換算は忘れなさい。でも費用が大きいのは本当に厳しいわね。利用者が減ってるなら続ける意味を見直されるのもわかるじゃん。鉄道って赤字かどうかだけで切れないのがややこしいのよね。通勤や通学、それに観光までつながるから、線路一本よりずっと広い話なのだ。みんなの近所でも一本止まるだけで通学とか通院に響くじゃん。そう考えると人事じゃないよね。とはいえ、使う人の数とお金の釣り合いも見ないと残す理由が弱くなるわ。来年秋頃をめどに提言をまとめたいそうで、ここから議論が続くのだ。じゃあ次は山形の熊対策がどう変わるのか見ていこっか。山形県では熊の特別警報を新しく作るか検討しているのだ。それだけ被害が続いているということで、軽くは見られないわ。今月山菜採りで山に入った70代の男性が亡くなったってかなり重い話だよね。県によると熊による死亡事故は1988年以来なのだ。長い間なかった分、今回の衝撃は大きいわね。特別警報って注意報や警報よりさらに強い合図って受け取り方でいいじゃん。そうよ、人に被害が出る恐れがいつもよりずっと高い時に出す想定ね。発表されたら山菜採りの自粛を呼びかけることも考えているのだ。山に入る予定がある人にはかなり直接来る話だよね。特別警報、スペシャルアラートって響きだけでも空気が変わるわね。メタン先輩、急にそれっぽいの出すじゃん。私だってたまには思いつくわよ。別に狙ってないけれど。基準はまだ検討中で、細かいところはこれからなのだ。そこが決まらないと現場も動きにくいでしょうね。アーシだったら山に入る前に県の発表を見るかな。みんなも予定があるならそこは外さないでほしいよね。出かける前に確かめるだけで避けられる危険は減るのだ。怖がりすぎるより無理に近づかない判断が大切よ。山に行く予定があるなら気を抜かないでほしいよね。岩手では警察官がライフル銃でクマを駆除する方法を確かめたのだ。現場で本当に動ける形にしておくってことね。23人の警察官が参加したってかなり本気じゃん。アーシも驚いたよ。想定はクマが住宅の敷地内にとどまっていて、市町村の緊急重量の準備が間に合わない場面なのだ。緊急重量って急いで安全に駆除するための手順みたいなものよ。市町村だけでは間に合わない時に警察も入る流れを試したんだね。地図を見たりドローンを飛ばしたりしてまず場所の状況を確認したのだ。その後、建物の2階や車の屋根の上から狙う場面まであったのね。かなり細かいわ。安全に発砲できるかを無線で確かめてからっていうのが現実的だよね。去年の法改正で判断が間に合わないときは警察官のライフル銃でも駆除できるようになったのだ。制度が変わったから訓練も合わせて更新しているのが見えるわね。アーシも
迷ってる時間が長いと不安じゃん。こういう練習は必要だよね。クマが住宅地に出た時、誰がどう動くか見えると少し安心なのだ。撃つだけじゃなくて、間違えないための確認が大事なのよ。みんなも、現場の準備って地味だけど大切だって感じるじゃん。岩手県警も、強い危機感を持って技術を高めたいとしているのだ。いざという時に迷わないための積み重ね。ってことね。ちょっと息抜きに、鉄道の話を一つだけ挟むわね。ずんだ餅じゃなくて鉄道の話なのだ。鉄道って、レールの上を列車が走って人や貨物を運ぶ交通機関なのよ。線路の上を走るっていうシンプルな話なんだ。でも道路に敷かれた路面電車は、日本の法制では、軌道と呼んで鉄道を特別するの。同じ乗り物っぽくても、呼び方が分かれるのは面白いのだ。それに、鉄道は安全で時間に正確、省エネって特徴もあるから、地域の足として見直されやすいわね。今回の話にも、その強みと費用の両方が出てたってことだよね。今日は、守るか続けるかを考える話が多かったのだ。概要欄にリンクもあるから、気になった記事を後で見てみて。コメントで、地元の足や熊対策で気になることを教えてちょうだい。また次回も見てほしいのだ。